サンムーンです。ご視聴くださりありがとうございます。今回ご紹介させていただくのは、こんな風に持ち手が簡単に作ることができるエコバッグの作り方です。平置きしているサイズで、縦42センチ、横幅32センチ、そしてこのような横巻き付きになっています。コンビニで買ったお弁当やスーパーで買った食材など普段使いのエコバッグとしてちょうどいいサイズになっていると思います。そして使い終わった後はこんな風にコンパクトに畳むこともできますので、バッグの中でかさばらないと思います。便利なエコバッグになっていますので、ぜひ作ってみてくださいね。最後までご覧ください。それでは簡単エコバッグの材料を紹介します。まず本体の方は縦42センチ、横48センチ、こちらを2枚ご用意ください。そして持ち手になる部分の生地の方は縦12センチ、横48センチを2枚ご用意ください。今回は本体の方も持ち手の方もコットンを使用しています。それでは本体と持ち手を縫い合わせていきます。まずこのように中表に合わせます。そして待ち針で留めます。待ち針で留めましたら中央のところに印をつけます。横幅が48センチですので、端から24センチのところにこのように印をつけてください。そしてこの中央のところから下に2センチのところですね、こちらに印をつけます。そしてこの2センチのところこのように差し合わせていただきまして、この中央のところから両方に7センチのところに印をつけます。そしてこの7センチのところ、印をつけたところから端に2センチのところに線を引きます。こちらもこの中央のところから7センチ印を取ったところに、そちらから2センチのところ線を引きます。このように線を引いたところの上をミシンで縫っていきます。こちら反対のもう片方の生地の方も同じように留めていきます。こちら2センチのところですね、こちらを縫っていきます。このように2枚開きましたら、こちら線引いたところを縫っていきます。このように縫えました。こちらの持ち手のこの端のところですね、こちらのところは3回ほど返し縫いしておいてください。こちらはこのように持ち手になりまして、比重が一番かかるところなので、そのように3回ほど返し縫いしておきます。それではこちら縫えましたら、アイロンでこちらの縫い代を開いていきます。そして本体側の2センチの縫い代のところは1センチ1センチでこのように折りましてアイロンがけします。こんな感じで反対側も同様に縫い代を割ります。そして本体側の縫い代のところは同じく1センチ1センチでこのように折りましてアイロンがけしていきます。このように折ったところの端を端ステッチしていきます。それではこちら端ステッチしていきます。だいたい端から 2,3 ミリのところを縫ってください。もう片方も縫います。それではこちら縫えましたら、このように外表に合わせます。こちらの
両脇を外表に合わせまして待ち針で留めます。こちらの縫い代のところは割ってこのように合わせてください。このように待ち針で留めましたら、反対側の方も待ち針で留めます。こちら両脇をこのように待ち針で留めましたら、どちらも端から 5mm のところを縫っていきます。それではこちら 5mm で両脇のところを縫いましたら、ひっくり返します。このようにひっくり返しましたら、こちらの端のところを待ち針で留めます。反対側も待ち針で留めます。このように脇を待ち針で留めましたら、端から縫い代 1cm のところを縫います。そうしましたら、両脇を縫い代 1cm で縫いましたら、続きまして持ち手のところを作っていきます。このように一度開いていただきまして、こちらこの縫い代のところを片方の一方に折ります。そして上から3cmのところでアイロンがけをします。3cm で折りましたら、また続きまして 3cm で端のところに合わせるような形で折っていきます。そして3cm、3cm で三つ折りしましたら、待ち針で留めていきます。待ち針で留めましたら、持ち手のこの端のところですね、こちらを端ステッチしていきます。こちら一周ぐるりとステッチしてください。それでは持ち手のこの端のところを縫っていきます。縫う時にはこちらの布の切り替えのところですね、本体と持ち手の切り替えのこの線のところと、この先ほどアイロンがけしたこちらの端のところがちょうど合うように気をつけながら縫っていってください。こんな感じです。このように持ち手の端を縫えましたら、こちらの上の方の端のところも端ステッチしていきます。こんな感じです。それでは持ち手がこのように縫えましたら、底のまちを作っていきます。こちら折っていただきまして、先ほどこの両脇のところ縫い代 1cm で縫ったところも含めて 7cm で折ってアイロンをかけます。7cm で折りましたら待ち針で留めます。反対側も同様に縫い代 1cm を含めて 7cm のところで折ります。7cm で折りましたら待ち針で留めておきます。このように両方 7cm で折りましたら、こちらの底のところも生地合わせて待ち針でずれないように留めておきます。このように待ち針で留めましたら、端から 5mm あたりの位置を縫います。ではこちら端から 5mm のところを縫っていきます。こんな感じです。ではこちら 5mm で縫いましたら、表に返します。こ
このように返せましたら、底のところを待ち針で留めていきます。このように待ち針を留めましたら、端から縫い代1センチのところを縫います。こんな感じです。これで作る工程の方は終了です。こちらのまちのところにきっちり線をつけておきたい方は、この最後にアイロンがけをしておいたらいいと思います。エコバッグが完成しました。こんな感じです。ぜひ作ってみてくださいね。最後までご覧くださりありがとうございました。高評価、チャンネル登録していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。